AI ボックスって有線カープレイに対応していないと使えないんだよね。いや、そういう AI ボックス多いけど、これなら有線 Android オートに対応していれば使えるよ。何？機能は減ったけど性能は上がったジェスマイクの新製品 UHD ライトが全然ライトじゃない件。なんだそれ。やあ皆さんこんにちは、七草です。今日の製品はこちら。なんやら新しい AI ボックスですね。とりあえずテッカテカしてるからビニール剥がします。今日の AI ボックスは一味違いますよ。ビニールを剥がしましたので、改めまして本日の製品はこちら。ジェスマイクの UHD ライトという AI ボックスです。かっこいいね。以前こちらの動画でこの白い AI ボックスジェスマイク UHD を紹介しましたが、この動画もたくさん見ていただいて今も売れている AI ボックスなんですが、今回のこの製品はその UHD にライトがついたライトバージョンが新しく出ました。って聞くとなんだライトバージョンかと思うかもしれませんが、むしろ UHD ライト性能が上がっています。一部の機能は削ぎ落とされましたが、ハード面のスペックは上がっているので、これライトじゃなくて別の製品名で出してもいいんじゃないかなと思いました。はい、ここで AI ボックスって何っていう方もいると思いますので、簡単に説明します。AI ボックスって何ができんのっていう話ですが、まずこの製品を車の USB の通信ポートに接続するだけで純正ナビを Android スマホ化することができます。そしてナビ画面で YouTube や Netflix、プライムビデオ等が見れるようになります。いいね。さらにテレビキャンセラー不要で走行中も動画が見れます。そして2画面分割ができます。例えば地図アプリと動画アプリで2画面の分割ができます。ここまでが AI ボックスはどんなことができるのということでしたが、これが AI ボックスの基本で、ここから各機能を付け加えて高性能の AI ボックスにしたり、不要な機能を取り除いて低価格の AI ボックスにしたり、いろいろな AI ボックスがあるわけです。そこで今回のモデルジェスマイク UHD ライトって何ができるのっていうことですが、今説明した1から4の機能はもちろん、2画面分割に関しては任意の比率で分割できます。初期の AI ボックスは5対5半分でしか2画面分割できませんでしたが、3対7や7対3にも分割できる AI ボックスが登場しています。そんな中 UHD ライトは任意の比率で2画面分割ができます。例えば2対8とかもできます。あとジェスマイク UHD ライトの一番の特徴ですが、これ以前紹介した UHD も一緒ですが、現在のところ AI ボックスは基本的に有線接続でのカープレイに対応している車種で使えるんですが、この UHD ライトなんと有線 Android オート対応の車でも使うことができます。こちら前提条件でのお話になりますので次に行きますね。はい、UHD ライトが使える前提条件です。こちらしっかりと確認してください。2016年以降の車両で純正ナビで有線接続での Apple CarPlay が使用できる車種、または次が UHD ライトの特徴です。有線接続での Android オートが使用できる車種、このどちらかが使えれば UHD ライトは使うことができます。これどういうことかというと、現在発売されている AI ボックスは有線接続の Apple CarPlay が使用できる車種でしか使えないことが多かったんですが、今回の UHD ライトは有線接続での Android オート経由でも起動ができますという AI ボックスです。もうちょっとわかりやすく言うと、ご自身の車がカープレイには対応しているんだけど、有線で使えるカープレイではなく無線ワイヤレスカープレイに対応している車種、この場合ですと有線接続のカープレイ経由で起動する AI ボックスは使うことができませんでした。で、カープレイはワイヤレス対応だけど Android オートについては有線接続が対応しているという車があるんですよ。その有線接続での Android オートが使える車種で使用できるのが今回の UHD ライトです。最近の新しい車だと有線ではなくワイヤレスカープレイに対応している車種があるので、そういう車は AI ボックス使えなかったんですが、有線接続での Android オートに対応していればあなたの車でも AI ボックス使えるので、ご自身の車を一度調べてみてください。めちゃくちゃ具体的
に言うと最新のスバル車、こちらカープレイについてどんどんワイヤレス化が導入されていってますが、カープレイではなく Android オートが有線接続で使用できれば、この UHD ライトは使えるということになります。実際に七草の周りでもスバルクロストレックで使用できている実績はあります。確認方法は至って簡単で、有線接続での Apple CarPlay が対応しているかを確認したい場合は、車の通信ポートと iPhone をケーブルで接続して CarPlay が使えるか、有線接続での Android オートが使用できるかを確認したい場合は、車の通信ポートと Android スマホをケーブルで接続してみて Android オートが使えるか、こちらを確認してみてください。それか車の取扱説明書を見るかだね。はい、前提条件はこんな感じでした。それでは UHD と UHD ライト何が変わったのかを比較していきます。OS は共に Android 13。起動速度や冷却方式も変わりありません。続いて RAM と ROM ですね。UHD は RAM が 8GB、ROM が 128GB に対して、UHD ライトは RAM が 4GB、ROM が 64GB のモデルと、RAM が 8GB、ROM が 128GB のモデル、どちらかを選ぶことができます。ライトだけど8プラス 128GB も選べるんだね。マイクロ SD カードは最大 512GB まで対応しています。次です。HDMI 出力ですが、これが UHD では本体にミニ HDMI ポートがあったんですが、ライトにはついていません。つまり UHD では高積モニターなどに出力できたんですが、ライトではこの機能を取り除かれました。高積モニター使わない方もいっぱいいると思いますので、この辺の住み分けはいいと思います。あとその隣の USB-A ポートもライトにはついていません。通信はナノ SIM カードにも対応していて、どちらも画面分割は任意の比率でできます。好きなアプリをダウンロードできて、レビューをすれば保証は2年間です。ここだけ見ると UHD ライトは HDMI ポートと USB-A ポートがなくなっただけのように見えますが、実は SoC が違います。SoC の性能がスマホやガジェットの快適さ、処理速度、通信安定性を左右すると言っても過言ではありません。まず UHD の SoC を見てみると、こちらはクアルコムの SDM660 です。続いて UHD ライト。こちらの SoC はクアルコムの SM6225 です。これだけ見てもわかりませんが、UHD ライトの SoC の方が新しく省電力で高性能なんです。この SoC の比較はこんな感じです。興味がある方は止めてみてください。ということで SoC は UHD ライトの方が性能がいいということになりました。ギークベンチスコアもシングルマルチともに UHD ライトの SoC の方が高いスコアが出ています。通常ライトがついた製品は廉価版のはずなんですが、ミニ HDMI ポートがなかったり USB-A ポートはなくなりましたが、処理性能としては上がっているのが UHD ライトです。中身を全部取り出しました。それでは一つずつ見ていきましょう。まず本体です。フィルムが貼ってありますね。早速剥がしましょう。あれ、これだけ取れたわ。失敗しましたが、ここから剥がしていきます。この剥がす瞬間たまらないですね。デロン。おー、めちゃくちゃ綺麗。今回の UHD ライト、表面がガラスの光沢になっていて、高級感がだいぶ上がってますね。UHD はプラスチックでしたからね。真ん中にジェスマイクのロゴがあります。背面も見てみましょう。おー、後ろもガラスじゃん。こっちにもフィルムありますね。剥がします。デロン。これ背面までガラス仕様にしたのすごいね。本当にライトかっていう感じがします。高級感あるね、やっぱり。形状は角が丸まっている正方形ですね。側面はアルミっぽいね。側面の一つに3つのポートがあります。一番左のこのポートがマイクロ SD カードのスロットです。真ん中が電源の USB-C ポート。右側はナノ SIM カードのスロットです。SIM ピンいらずで直接させるタイプです。くるっと回してこっちの面にはそのモデルの RAM と ROM の容量が書かれています。このモデルは RAM が 8GB、ROM が 128GB のモデルです。もう一つの側面にこの穴が開いていて、付属のこのピンがあります。この穴が結構重要で、先ほどお話ししていたこの AI ボックス自体を CarPlay で起動するのか Android オートで起動するのかを切り替えるボタンです。有線接続での CarPlay が対応している車はそのまま使うことができますし、有線接続での CarPlay が対応していなくて有線接続での Android オートが対応している車の方は、この穴からピンを突っ込んで CarPlay から Android オートに起動モードを切り替えることができます。これ後で実際にやります。あとうっすらわかりますかね。このロゴの周りに丸い跡がありますね。これがおそらくアンビエントライトだと思います。
はい、他付属のものは USB A to C のケーブルが1本、素材はよく使われている PVC ですかね。続いて USB C to C のケーブルが1本。あとこのケーブル、二股ケーブルなんですが、ここに図が載っているように、先ほどの USB A to C のケーブルか C to C のケーブル1本で起動できなかった場合、このケーブルも使って電力を補ってねというケーブルです。なのでケーブル1本で起動した場合は使いません。通常はこんな感じで1本のケーブルで車とつなげば起動できるんですが、1本では電力が足りなくて起動できない場合があります。そういう時に二股ケーブルにまずつないで、二股ケーブルのこの部分を車の通信ポートに接続します。で、二股ケーブルから出ているもう片方の USB-A を充電ポートに接続します。1本で起動しない場合はこちらを使ってみてください。あとこちらが起動モードを切り替えるためのピンです。先ほど説明したカープレイか Android Auto で起動するモードを切り替えることができるので、その際にお使いください。一般的には SIM ピンなんですが、今回 SIM はね直接させるので SIM カードスロットを取り出すためのピンではありません。先ほど説明したように起動モードを切り替えるためのピンです。あと説明書が1冊、厚さはこれぐらいでカラー印刷されています。保証はお買い上げから1年間と記載がありますが、レビュー投稿すれば2年間になるみたいです。その保証に対するカードがこちらですね。ユーザー登録等が載っています。それじゃあ車内で使っていきましょう。車内にやってまいりました。それでは UHD ライト試していこうと思います。まずは本体にケーブルを接続します。今回は USB C to C のケーブルで試します。車側の通信ポートにも接続します。そしたら本体の LED がつきました。やっぱりここの LED が光るんだね。少し待っているとナビ画面に Apple CarPlay を利用しますかという画面が出てきました。デフォルトは有線接続の CarPlay で起動してきます。ここではいを押してください。でまたこのまましばらく待っていると画面のキャリブレーションが走りますので勝手に再起動します。もう一度立ち上がってくるまで待機しましょう。今一度切断されました。再起動中です。また LED が光り出しました。画面を見てみると起動してきましたね。起動の画面はこんな感じです。これはおなじみの画面ですね。ちなみにですが今は有線カープレイの仕組みを使って起動しています。ここが緑に点灯しています。これはカープレイの仕組みを使って起動していることになります。ご自身の車がワイヤレスカープレイには対応しているんだけど有線でのカープレイには対応していないけど有線の Android Auto なら対応しているという方は有線 Android Auto の仕組みを使って起動できるように UHD ライトのモードを切り替えます。側面の穴からピンを突っ込んで1、2、3だいたい3秒したら離します。そうすると青の点滅に変わりました。起動すると青の点灯に変わりましたね。はい、画面には Android Auto を利用しますかと出てきていますので、これで Android Auto の仕組みを使って起動していることになります。なので有線 Android Auto 対応者にもこの AI ボックスは使えます。はい、起動しましたがここで一旦カーマークを押して純正ナビに戻します。ここでまた AI ボックスに戻る際にここがいつもはカープレイと表示されているんですが今回は Android Auto マークになってますね。ここを押して AI ボックスに戻ります。はい、これで Android Auto 経由で起動していることがわかります。なのでこの UHD ライト有線カープレイ接続でも有線 Android Auto 接続でも使えます。大体の AI ボックスは有線カープレイ接続で起動しますのでこの切り替えがついている AI ボックスは少ないと思います。はい、起動したらこのような注意書きの画面が出てきました。走行中は操作をするな見るなの注意書きです。これ起動するたびに毎回出てきますのでもう出なくていいよという方はこの下の再度表示しないにチェックを入れて次に進んでください。同意承諾するを押します。はい、UHD ライトのホーム画面はこんな感じです。今何も映っていませんがデフォルトのホーム画面では Google マップが 6,7 割を占めていました。左下には好きなアプリを4つ設定できます。左上には再生中のものが表示されます。右側の縦には最近使用したアプリが表示されます。起動中の本体の LED はこんな感じで光ります。最初から入っているアプリを見てみましょう。ここの全てのアプリを押すと最初からインストールされているアプリ一覧を見ることができます。Netflix も入っていますし YouTube Music、YouTube も入っています。今見てみたのは最初から入っているアプリを確認しただけなので好きなアプリをインストールすることもできますからね。右下の家のマークからホーム画面に戻りましてさっきから気になってるけどこの大きいスペース Google マップみたいだけど何も表示されないじゃんって思うと思います。これはここの Wi-Fi マークを見る
とわかるんですが、グレーアウトしてますね。現在インターネットにつながっていないからです。まずはインターネットに接続していきましょう。設定のアイコンをタップします。そしたらシステムの欄の一番上、無線 LAN とありますので、ここをタップします。次にインターネットとありますので、ここをタップ。そうすると周辺の電波を探し始めるんですが、ここの Wi-Fi のところの右側がオンになっていることを確認してください。オフになっている場合はオンにしてくださいね。はい、今ここに周辺の電波が表示されていますが、この中からご自身の電波を選択します。七草は社内 Wi-Fi を契約していますので、こちらの電波名、自分で名前つけたんですが、七草アウトランダー、こちらを選択します。あとはご自身のパスワードを入力してください。パスワードを入力できたら、このように接続済みに変わりました。この状態でインターネットに接続できたということになります。先ほどの右上の Wi-Fi マークにも白い色がつきましたね。今七草はこの3番の社内 Wi-Fi で接続しましたが、他にもスマホからのテザリングだったり、ポケット Wi-Fi だったり、ナノ SIM カードでもインターネット接続できますので、ご自身に合う方法で接続してみてください。はい、インターネットにつながりましたので、この状態でホーム画面に戻りますと、Google マップが表示されました。これまだ位置情報をオンにしていないので、全然違う場所になっていますが、Google アカウントにログインして、位置情報もオンにすれば戻りますからね。あとこのタイミングでシステムのバージョンが最新かも確認しておきましょう。すべてのアプリを開くんですが、ここからも開けますし、右下のこの四角が4つ集まってるこのマークでも同じ画面が開きます。で、このアプリ一覧の中からアップデートというアプリがあります。これですね。これを押します。そうすると現在のバージョンが表示されるんですが、これが最新だかわかんないんで、バージョンチェックを押します。そうするとチェック中になりました。最新バージョンと出てきましたね。なので現在のバージョンは最新でした。ここに新しいバージョンが表示された場合は、最新バージョンにアップデートした方がいいと思います。不具合が解消されていたり、新たな機能が追加されたりする可能性があるからです。不具合があった場合にメーカーに問い合わせをしても、まずバージョンを最新にしてくださいと言われることが多いです。このシステムのバージョンアップがインターネットに接続するだけで、アプリをポチってやるだけでバージョンアップできるのがめちゃくちゃ楽ですね。あとは最初からインストールされているアプリのバージョンが古い可能性があるので、最初から入っているアプリに関してもアップデートすることをお勧めします。好きなアプリをインストールするのもここから行います。プレイストアをタップします。ログイン画面が出てくるので、まずはご自身のアカウントでログインしてください。はい、プレイストアにログインできました。まずは既存のアプリのアップデートを確認します。右上の自分のアイコンをタップします。次にマイアプリ&ゲームをタップします。そうするとアップデート保留中となっているアプリが15個ありますよという表示が出てきました。ここに表示されているアプリが元々入っているアプリで、新しいバージョンが出ていますよという表示です。なのでここに表示されているアプリを全て更新したいので、全て更新をタップします。はい、そしたらアップデートが始まりますので、終わるまで待つだけです。途中経過もね、こんな感じで見れます。はい、待っているのも退屈なんで、その間に好きなアプリのインストールも進めましょう。プレイストアの検索画面で直接入力してもいいですし、音声入力もできます。プライムビデオ。はい、こんな感じで検索できますので、プライムビデオをインストールしていきましょう。横のインストールボタンをタップします。はい、これでインストールが始まりましたので、これも待ちですね。他のアプリも入れていきますか。Yahoo カーナビ。はい、Yahoo カーナビもインストールしていきましょう。だいたいね、いつもこのようなアプリは入れています。はい、こちらも待ちです。あと操作感見ていきますか。UHD ライトにはこのようなフローティングボタンがあります。これをタップすると、このようにね、メニューが出てきます。一番左がホームボタン、その隣が戻るボタン、次がアプリの切り替えボタン。これを押すとスマホと同じようにアプリの終了や切り替えができます。上にシュッとやれば一つのアプリを終了させることができますし、下のすべてクリアを押すといっぺんに終了させることができます。次のマイクマークがこれがジェミニーでしたね。AI の音声アシスタントでした。その隣が画面分割ボタン、その隣がミサイル発射ボタン。ドカーンではなく、おそらくキャッシュのクリアだと思います。で、最後の車のマークが純正ナビと切り替えるボタンです。次に気になったのが、ここ8時13分という表示です。今夜の8時です。20時13分です。この表示を24時間表示にしたいので、やりたい方はやってください。設定からシステムの中の下の方に日付と時刻というものがあるので、ここをタップします。そのまま下の方に行くと、
ここに24時間表示というものがあるので、そこをオンにします。そうすると時刻の表示が20時14分に変わりました。これで分かりやすいね。気になる方はここも変えてみてください。あとは純正ナビへの戻り方を説明します。アプリ一覧の中にこのカーというアイコンがあるので、この車のアイコンですね。これをタップするだけです。はい、このように純正ナビへ切り替えができました。で、また UHD ライトに戻りたいときは、純正ナビの Apple CarPlay、このマークを押すと、また UHD ライトの画面に戻ることができます。なので純正ナビとの切り替えは簡単ですね。はい、それでは各アプリが使えることは当たり前ですが見ていきます。まずは YouTube から見ていきましょう。はい、スタジオ七草のページを開きました。操作感はこんな感じです。特にストレスは感じませんね。動きもとてもスムーズだと思います。最近出したこの動画、めちゃくちゃ再生されていません。ミニキャブ版やっぱりみんなあんまり興味ないのかな。内容はしっかりフロントライトの交換を行っていますので、よかったら見てみてくださいね。たまにミニキャブ版あげますからね。鈴木エブリーと一緒です。はい、動画一つ見てみましょうか。はい、再生するとパソコンと同じような形式ですね。このような表示です。もちろんここを押すと全画面表示もできます。こんな感じでナビ画面で YouTube も見ることができます。これ走行中でも見ることできますからね。運転手は注視しちゃダメだぞ。同乗者やお子様にめちゃくちゃいいと思います。続いて YouTube ミュージック、音楽アプリも使うことができますからね。やっぱり運転中は音楽だという方は音楽アプリおすすめです。とか言いつつ YouTube ミュージックはミュージックビデオも見ることができます。動画付きの音楽が聴きたかったらミュージックビデオを再生しましょう。こんな感じでスマホと同じようにナビ画面で使うことができます。続いて Netflix もナビ画面で見ることができます。これ長旅とかの時同乗者めちゃくちゃいいよね。これ最近流し見してるんですが、イカゲームこれちょっと見てみましょうか。普段家で見ている Netflix の動画もナビ画面で見ることができます。こちらももちろん走行中に見ることできますからね。運転手は注視しちゃダメだぞ。続いてプライムビデオも見ていきましょう。プライムビデオも使っているユーザー多いと思いますので、これがナビ画面で見れるっていうのはめっちゃいいですよね。一つ見てみましょう。プライムビデオは Amazon のプライム会員になっていれば見ることができる動画アプリなので、実は見れるっていう状況の方もいると思います。こちらも自宅のテレビやスマホと同様にナビ画面で様々な映画を見ることができます。まるで車内が映画館です。次に地図アプリを見ていきましょう。このマップっていうアイコンが Google マップです。ホーム画面の Google マップ自体をタップしても開きます。はい、Google マップですが AI ボックスなのでピンチインピンチアウトではズームアウトができません。ズームしたいときはトントンダブルタップです。トントンでズームです。ズームアウトしたいときはトントンスーです。2回タップした後に指を上に持っていきます。この辺の操作がスマホとはちょっと違うぐらいで、あとは通常の Google マップのアプリと変わりません。続いて Yahoo カーナビを見ていきます。これ先ほどインストールした Yahoo カーナビです。はい、開きました。Yahoo カーナビはここにプラスマイナスのボタンがあります。ここでズームアウトができます。動きもスムーズです。ピンチインピンチアウトはできません。先ほどと同様トントンでズーム、トントン数でズームアウトもできます。こんな感じで Yahoo カーナビも使えます。続いて画面分割見ていきましょうか。分割したいアプリを開いている状態で、まずフローティングボタンを押します。その中から右から3つ目、これを押すと今開いているアプリが左に寄りました。そしてもう一つ分割したいアプリを選びます。ここでは Google マップを選びました。はい、そうすると今左側では YouTube、右側では Google マップ、このように2画面分割できました。この左右を入れ替えたいときは真ん中の白いバーを2回タップすると画面を入れ替えることができます。もう1回やるとこんな感じです。チェンジで UHD シリーズの特徴がこの画面分割した時の比率を自由に選ぶことができます。5対5や3対7とは限らず好きなように指を動かした位置で画面分割の比率を決めることができます。こんな小さい比率にする人はいないと思いますが、こんなこともできます。なのでちょっとずつ動かしてもその位置で2画面分割できます。この自由度は他の AI ボックスにはないと思います。ちなみにですが Yahoo カーナビを2画面分割しようとしてもこのようにアプリで分割画面がサポートされていませんというメッセージが出てきます。このように2画面分割できないアプリもありますので全てのアプリでできるわけではありません。
続いてワイヤレスカープレイを見ていきます。アプリ一覧からオートキット、こちらを押します。このような画面が出てきました。接続待ちとなってますね。この状態で iPhone の Wi-Fi と Bluetooth をオンにして Bluetooth からこの電波名 T-Box UHD ライト、こちらを選択します。はい、そうするとペアリング画面が出てきましたのでペアリングを押します。連絡先等の同期を許可する場合は許可を押しますが、今回は許可をしないで進みます。この状態で待っていると iPhone 側に CarPlay に接続という画面が出てきました。この場合は接続を押してください。この状態でまたしばらく待っていると、はい、このようにワイヤレスで CarPlay に接続できました。なので CarPlay を使いたい方はワイヤレスで CarPlay も使えます。 Android Auto の方はワイヤレス Android Auto も使えます。あとね、プレイストアからインストールできないアプリがあります。例えばディズニープラス、これをプレイストアで検索してもこのアプリはお使いのデバイスでは利用できませんと出てきて、プレイストアからはインストールできません。そういう時のためにアプリ一覧から APK Pure というアプリがあります。ここからディズニープラスを検索するとインストールすることができます。ただ念のためですが、不明のアプリをインストールすると個人データの侵害に対する安全性が低下しますとのメッセージは出てきますので、こちらからアプリをインストールする際は自己責任でお願いします。プレイストアからはインストールできませんでしたが APK Pure からはディズニープラスインストールできました。このように開けます。プレイストアからインストールできないアプリはこんな感じでインストールできますので参考にしてみてください。こんなこともできますよということを説明します。アウトランダーの場合ですが、純正ナビでルート検索をするとメーターパネルに簡易版の地図を表示させることができます。こんな感じです。なので純正ナビのこの機能を使えばナビ画面では YouTube を全画面で表示させたままメーターパネルでは純正ナビのルーティング機能が使える、このような使い方もできます。はい、気になる点を言ってきます。これワイヤレスカープレイに接続中なんですが、この状態から UHD ライトに切り替えたい場合はこのカーのアイコンを押すとワイヤレスカープレイから UHD ライトに切り替えることができます。これ一見普通に切り替えができて楽だなと思うんですが、右上を見てください。 Wi-Fi マークがグレーアウトしてるんですよ。つまり Wi-Fi がオフになっています。なので例えばそのまま YouTube を見ようとしてもこのようにオフライン状態ですとなってしまいます。インターネットに繋がってないからね。ここ以前のモデルから変わってないですね。この仕様はここ改善してほしかったですね。これなんでオフにしちゃうんですかね。はい、そのため手動でまた Wi-Fi に接続しないといけません。はい、設定から無線 LAN を開いてインターネットを押します。ここの Wi-Fi がオフになっているんですよ。ワイヤレスカープレイから戻るとここ改善してほしいです。まあ AI ボックス使う方はワイヤレスカープレイあんま使わないかもしれませんけどね。ワイヤレスカープレイやワイヤレス Android Auto を使う方は UHD ライトに切り替えた際に Wi-Fi がオフになってしまうという現象があります。そのためインターネット接続をやり直さないといけません。ここが前から気になっている点でした。だいたい画面の GUI でわかるんですが、この製造元のメーカーは他の AI ボックスも同じ現象が起きます。はい、ここが気になる点でしたと思ったんですが、メーカーに確認したところこれの解決策がありました。仕様ではなく設定変更で改善できます。設定から左側のその他をタップ。そうすると上から3つ目、ホットスポットと Wi-Fi を同時にオンできるようにって途切れている文があります。ここをオンにすると CarPlay や Android Auto を接続しながら他の Wi-Fi に接続できるようになります。なのでここをオンにします。次にインターネットに接続するため左側のシステムをタップ。一番上の無線 LAN をタップ。また一番上のインターネットをタップ。Wi-Fi をオンにしてインターネットに接続します。はい、接続できました。そしたらそのまんま下の方に行ってここにネットワーク設定とあります。ここをタップします。そうすると一番上に Wi-Fi を自動的にオンにするとあるのでこれをオンにします。初めて押すと初回はこのような画面が出ますのでオンにしてください。はい、設定はこれだけです。この状態でもう一度 CarPlay につないで UHD ライトに戻してみましょう。はい、ワイヤレスカープレイに接続しました。初期値の設定ではこの状態で UHD ライトに戻った場合 Wi-Fi が切れてしまう設定になっています。今度はどうか。
はい、ここです。 Wi-Fi がつながったままになっています。これで解決だね。なんでこれを初期値にしていないんでしょうかね。これデフォルトでオンにしておいた方がメーカーへの問い合わせも減ると思うんですがね。というわけで、気になるカープレイから UHD ライトに切り替えた時に Wi-Fi が切れる問題については解決です。いやー、よかったよかった。ということで、今回はジェスマイクの UHD ライト、こちらの AI ボックスをレビューしてみましたが、いかがでしたでしょうか。高積モニターを使わない方であれば UHD に比べて使える機能は減ったとはいえ SoC の性能は上がっています。また有線カープレイだけではなく有線 Android Auto 対応車にも使えるというのが一番の魅力だと思います。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければ今回の動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。見たよという合図にグッドボタンだけでもいただけると嬉しいです。それじゃあ今日はこの辺で See you again!